皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の失敗例をもとに日本はその失敗例を繰り返してはならないという話を今回は取り上げていこうと思います。その具体的な失敗とは何かといえば、オンライン試験についてです。現在新型コロナウイルスの問題で学校教育の場において生徒たちが密集しているというのが危険であるという考え方が広がっています。そのためオンラインの講義や授業といったものが大学、高校、中学校、小学校様々な場面において取り入れられているところがあります。そこで行われるオンラインの授業などについては、どうしても生徒と先生との間の意思のやり取りというものがうまくいかないためになかなか学習効果が上がらないといった問題などはあります。しかし、そういった問題などはある程度はクリアしていくことが可能だと考えられています。ところが、授業の延長線上には当然どのくらい理解できているかなというのを見るための試験というものが必要となってきます。韓国では学生たちを評価するために試験をオンラインで行ったわけですが、そのオンライン試験の結果というものがひどいものでした。一体どれほどひどいものだったかというのを今回は見ていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。インハ大学医学部オンライン試験で集団カンニング。コロナ禍のため各大学がオンライン講義、評価などを導入している中、インハ大学医学部のオンライン試験で集団不正行為が相次いで見つかり、大学当局は調査を経て、加担者を全員0点として処理することにした。とりわけ、医学科1年生2年生109人が受けた試験では、大部分の91人がこうした不正行為を犯していたことが確認された。インハ大学が1日に明らかにしたところによると、医学部本科2年生を対象に3月12日及び22日、4月18日にそれぞれオンラインで実施された単元評価のための試験で、受験学生52人のうち41人が不正行為を犯したことが確認された。これらの学生は少なくとも2人、多い時は9人が1箇所に集まって問題を解き、有線電話やメッセンジャーのグループチャットルームを活用して、互いに答案を話し合ったりシェアしていた。インハ大学医学部は先月中旬に通報を受け、自主申告と合わせて内部調査を行い、こうした事実を確認した。これまで講義もオンラインでのみ行ってきた大学側は、試験に先立ち、教授と学生らが監督がいない試験なので不正行為をせず、お互いフェアにやろうと暗黙の合意を行っていたという。しかし、学生らが集団で談合するこのような不正行為は防げなかった。また、本科1年生の学生らも4月1日に行われた基礎医学総論のオンライン中間試験で、受講生57人のうち50人が同様の手法を用いた不正行為を犯していた。大学側は公正さを確保するため、1問あたりの回答時間を50秒に制限していた。しかし、大部分の学生が満点に近い点数を取り、良心的に試験を受けた学生らは低調な成績が出たことから、内部通報により不正行為が発覚した。しかも不正行為に加担した学生らが高いセキュリティ機能を有するテレグラムを用いたり、IP アドレスの追跡を避けたり、疑いを招かないよう一部の問題で意図的に間違った答案を出したりするケースもあったという。医学部在校生らのグループチャットルームには自主申告を誘いつつ、反省の態度を示したり、協力したりすれば柔軟に処理するつもりだと教授がおっしゃった。みんな一緒に反省して自白することが事件をもっと大きくしない唯一の方法だと考えるという趣旨のコーチ事項もアップされた。インハ大学医学部は1日午後、懲罰委員会を開いて話し合った末、大学本部に対し不正行為を犯した学生の懲戒は特に要請しないこととした。ただし、本人が不正行為を認めて自主申告し、深く反省している点を考慮し、当該学生は全員0点処理を行いたいとし、担当教授との相談及び社会奉仕命令を同時に行う予定と表明した。オンラインで行われた試験、1、2年生が行った試験においては、109人中91人が不正に手を染めていました。そして、1年生だけの試験においては、57人中50人。そして2年生だけで行われた試験においては、52人中41人が不正をしていました。
といった具合に、この記事の中では、不正をしていた人数の方が全体としては圧倒的で、むしろ不正をしていなかった人の方が、はるかに少数派という非常に悲惨な状況になっています。私はこの記事を最初に読んだ時、なんてダメダメな学生たちだと思ったわけですが、同時に学校についてもひどいもんだなと思いました。一体どこがひどいかといえば、そもそもオンライン試験を行うというのは学校側の話です。学校側がよしみんなを試験しようと思った時にオンライン試験を選んだわけですが、それが一体どのような結果をもたらすのかという想像力が全くなかったことがわかります。善意を前提としてみんなしっかりとやるよねというようなあやふやな形でオンライン試験を行ったというのがそもそもの間違いの始まりだったでしょう。そして学生たちにしてみても、こういった不正というものがバレた時どうなるかというのは想像しなければなりません。少なくともそれが小学生であるならば、まだちょっとした魔が差したといったような言い訳も通用するかもしれません。しかし、ここで出てきている学生たちは医学部の学生たちです。少なくとももうすぐで大人になるような人たちなのですから、子供のような言い訳が通じるわけがありません。そして、不正が発覚した後においても、学校側は名乗り出て反省すれば0点処理はするけど、あとはボランティア活動すれば許してあげますよというのも、これも大甘な処分だと言えます。学校側も学生たちもどっちもひどすぎるという話でした。しかし、ここで出てきた学校は調べてみると、別に底辺校というわけでもなさそうなので、それがまた恐ろしいところでもあります。そしてこの試験が行われたのは大学の医学部です。ですから、この学生たちは将来には何らかの形で医療に携わるはずの人たちです。ですが、今回のように不正がまかり通っていることからもわかるように、明らかにモラルが低い人たちです。将来は病院等で働くことを考えると、韓国の医療業界というものにかなり不信感を持たざるを得ません。このように韓国で行われていることの大きな失敗というものを日本は学ばなければなりません。日本においても同じようにオンラインの講義や授業といったものを取り入れている学校機関というものがたくさんあります。ですが、その中においてもオンライン試験というものを行えば一体何が起こるかというのは韓国を良い例としてどのように対策を立てればいいのかという参考にしたり、そもそもオンラインでは試験を行わないといった選択も一つの答えでしょう。今回のように不正がしやすい環境では不正に手を染めてしまう人たちというのがどうしても出てきてしまいます。ですから、最初の仕組みの段階でそもそも不正がしにくいような仕組み作りを行うということは非常に大事なのです。そうしなければ、不正の穴をついて、その不正の穴をつくことによって利益を得た人たちというのが、将来にわたっても、どうしてもそのような不正に手を染めやすくなると私は考えています。皆さんはこのことからどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。